みなさん、こんにちは。今日は、日本の文学についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。現在までに、多くの日本の文学作品が外国語に翻訳され、世界中で読まれています。本文で例に挙げられている村上春樹は、現代の日本を代表する作家です。代表作には、ノルウェーの森、海辺のカフカ、1984などがあります。夏目漱石は、明治時代の作家で、代表作として我が輩は猫である、坊ちゃんがよく知られています。漱石の心や三四郎は高校の国語の教科書にも取り上げられるなど、日本人なら誰でも一度は漱石の小説を読んだことがあると言えます。このほかノーベル文学賞を受賞した川端康成と大江健三郎をはじめ、芥川龍之介、三島由紀夫、安部公房、吉本ばなななどの作品が翻訳され、海外でも有名です。また、今から1000年以上前に書かれた紫式部の源氏物語は、様々な言語への翻訳だけでなく、現代の作家による現代語訳も出ています。一方、会話体による読みやすい文体でミステリーを書いた赤川次郎や一つの作品が数ページで完結するショートという分野を確立した星新一の作品は、日本語学習者が日本語で読む文学の入門として定番になっています。さらに、若者が気軽に読めるように書かれたライトノベルラノベという分野の小説も、日本語のまま、または外国語に翻訳されて、海外のファンを獲得しています。現在までに、多くの日本の文学作品が外国語に翻訳され、世界中で読まれています。本文で例に挙げられている村上春樹は、現代の日本を代表する作家です。代表作には、ノルウェーの森、海辺のカフカ、1984などがあります。夏目漱石は、明治時代の作家で、代表作として我が輩は猫である、坊ちゃんがよく知られています。漱石の心や三四郎は高校の国語の教科書にも取り上げられるなど、日本人なら誰でも一度は漱石の小説を読んだことがあると言えます。このほかノーベル文学賞を受賞した川端康成と大江健三郎をはじめ、芥川龍之介、三島由紀夫、安部公房、吉本ばなななどの作品が翻訳され、海外でも有名です。また、今から1000年以上前に書かれた紫式部の源氏物語は、様々な言語への翻訳だけでなく、現代の作家による現代語訳も出ています。一方、会話体による読みやすい文体でミステリーを書いた赤川次郎
や一つの作品が数ページで完結するショートという分野を確立した星新一の作品は、日本語学習者が日本語で読む文学の入門として定番になっています。さらに、若者が気軽に読めるように書かれたライトノベルラノベという分野の小説も、日本語のまま、または外国語に翻訳されて、海外のファンを獲得しています。